最近マイルズさんにキュンとしたことは何ですか？マイルズってやっぱり100点だってなった。今年を一言で表すと、島次郎のこと可愛いって思えるようになりたい。ミンネルズ君にはどんな男性になってもらいたいですか？こんにちは、上野ありさです。今日はですね、ザ・プリンスパークタワー東京っていうホテルに泊まってて、Vlog でも紹介をするんだけど、すごい素敵なね場所なので、Q&A をここで撮っていきたいなと思います。で、もしかしたら息子がぐずっちゃったりしたら途中でやめて、途中からまた自宅でっていう感じになるかもしれないんだけど、チェックアウトまであと時間があるので、30分またタイマーかけて Q&A やっていきたいと思います。スタート。めっちゃ可愛い。見えます？奥に息子がマイルズといるんです。はい、すごい広いお部屋なの、パノラマで。それはさておき、じゃあ Q&A やっていきます。今回もすごいたくさん来てます。ありがとうございます。ということで答えていきます。今まで仕事のおつぼねにあったことありますか？自分の働いてるところ、でも上の人でちょっときつい人とかいたけどって感じかな。でも例えばクライアントさんで結構なんかおつぼねっていうか、すごい長い人だなみたいな人とかはいたけど、そんなにないかな。なんか最近結構変わってきてる気がするけど、前はいたのかもね。そういうちょっとなんか癖が強い人とかわかんないけどいたかなって感じです。モラハラ夫と離婚するか迷ってる。なんせまだ結婚して2ヶ月。でもなんか離婚がもう頭によぎってる時点でもうそっから先って妥協でしかない気がするから、2ヶ月で逆に気づけてよかったって思った方がいい気がしちゃうけどね、自分のためなんだったら。それでなんかお子さんがいらっしゃるとかだとまたちょっと話は変わってくるかもしれないけど、2人だけなんだったら、家族のこととかもあるけど早い方がいいと思うなっていう、適当なこと言えないけどね、私だったら早い方がいいんじゃないって思います。これがさ、何年もしてから気づくよりはさ、2ヶ月で気づけてよかったんじゃないかなと思います。2ヶ月早い？ハネムーンだけど結婚でだから、でも付き合ってる時から気づかなかったのかな。定期的にミニルズの1日 Vlog が見たいです。ありがとうございます。私も定期的に撮ろうと思ってて、もうすぐ7ヶ月になるので、また7ヶ月ぐらいで1日密着 Vlog 撮ろうかなと思います。ありがとうございます。そう、今つけてないんだけど、真ん中にハートがついてるネックレスの質問がすごいたくさん来るんだけど、まだデビュー前のブランドでなんかいただいたんだけど、もうローンチされたのかな、ちょっとどうなってるのかわかんないんで、やってる方に聞いてみますね。みんなが買えるようになってるのか。今年を一言で表すと、変化の変、変わると書いて変化の変。出産してライフステージが変わって、自分の優先順位も変わってとか、いろんなそういう変化があったので、変化の変かなと思います。今年を今のは一言か、漢字じゃない。他にはアリサさんの今年を漢字一文字で表すならってきてる。そっちの質問だったね。一言だと変化。マイルズさんとの身長差ってどれくらいですか？理想的です。ありがとうございます。マイルズは187けど縮んでる説あるんでしょ。187で私が162なので引いてください。25センチ25センチ差。マイルズ大きいですよね。アリサちゃんファスティングやったことありますか？あります。イエス東京のジュースクレンズでファスティングを結構やってました。産後やりたいなと思ってまだやれてないんだけど、妊娠中とかできないじゃん。一回超綺麗にしたいなと思って、またイエス東京でやりたいなと思ってます。2ヶ月の息子がいます。おめでとうございます。混合で育ててます。アリサさんがどうしてたのか詳しく聞きたいです。私はこれ言われるとちょっとバカにされそうで、まだ今のところバカにされてないんだけど、あれなんだけど、看母にしたら父からしかあげられないと思ってたのね。搾乳して冷凍するっていう事実っていうことができる術を誰も教えてくれなかったっていうと人のせいみたいになっちゃうんで、自分で調べなかったっていうのが正しいんですけど、それを知らなくて仕事すぐ復帰するし、マイルズもお乳をあげれなきゃいけないってなった時に今後一択だって思ってたの。もうね、残念なんですけど自分にね。だからおっぱいをあげるってなったらおっぱいからしか無理だと思ってたのよ。
哺乳瓶で母乳をあげられるっていうのは知ってたんだけど、それを冷凍でも夜間なんかもうそこまでちゃんと考えてなかったんだね多分。なんかその母乳ミルク論争みたいなのがこんなに大きいことだって私も知らなかったし、普通に両方あげておっぱい出たらいいな、出たらあげたいな、でもミルクも飲ませなきゃ仕事もあるしみたいなぐらいのふんわりした考えで、だから最初からバースプランっていうか、その産んだ後に産む前に言うのかで混合ですっていう風に最初から言ってたから、最初から混合で最初から哺乳瓶っていうかそのミルクも産院で飲ませてたし、もちろん母乳も飲ませてたしっていう感じで混合でやってて、2ヶ月ぐらいまでは結構母乳寄りの混合だったかな。産んでからそのいろんな情報とかをさ、いろいろ産んでから見ることも増えたからってなった時に冷凍できるってなって、マジみたいな、冷凍すればいいじゃん、じゃあ看護いけんじゃね、出るしみたいな時にはもう出が悪くなってて、で2ヶ月ぐらいまでは結構母乳寄りの混合してたけど、母乳あげてミルク足すみたいな、なんか1日2回1回ミルクとかじゃなくて毎回母乳とミルク両方っていう感じの混合をやってました。で、4ヶ月の時に出張がもう入ったので、その4ヶ月のタイミングで卒乳して、もうその時搾乳しても本当両乳で20とか取れて60とかしか出なくって、多分もうこれ卒乳に近づいてんなっていう。でずっとしこりとかがあって乳腺炎ギリギリだったのね。だけどこのマッサージをしてもらったら、そのしこりがなくなったと同時に生理が来て、ではもう卒乳しようと思って4ヶ月の時に卒乳して甘味になりました。そんな感じです。もちろん母乳をあげられたら母乳をあげた方が赤ちゃんのためにはいいのかなとも思うけど、今のミルクもすごいいろんなのがあるし、オプションっていうか選べる選択肢も多いし、ただただお金はかかるけどね、その母乳に比べたら。だけど息子はありがたいことに好き嫌いもミルクの好き嫌いもなくで、あとそう直母拒否が始まっちゃったんだ、4ヶ月ぐらいで。結構悲しかったけど、それもあってもう卒乳だっていう。でなんかこれが最後かもっていう授乳は結構何回か5回ぐらい、これが最後かもこれが最後かもっていうのを5回ぐらいやって、でもう今一切やらなくて、で一緒にお風呂とか入っててもなんか面白いのが、私の乳首を見つけるとなんか加えるわけじゃなくて口をちょっと開けてみたいなやるの。すごい可愛いんだそれがっていう。だから今はなんか乳首見つけても餌だとはならない。育児に追われて読書などのインプットの時間がないです。アリサさんは時間取れてますか？一切ないです。産後すぐとかは息子も寝る時間も多かったし、可愛い年トレの本とかちょっと読んだりしてたけど、自分の読書なんて年トレの本も読み終えられなかったし、自分の読書なんて無理だし、あと極力スマホを息子の前でいじらないように最低限以外気をつけてるから、気をつけられるまでは気をつけようと思ってるからあまりいじってなくて、だから LINE すらも返せなくて、それで最近タクシー移動が増えてる。仕事行く時も車運転してると携帯いじれない、連絡返せない、動画のチェックできないとかなっちゃうから、タクシー移動でお仕事したりとか、あとはもう息子が寝た後やっと大人時間って感じだけど、そこで仕事ができるっていう感じなので、もう全然です。何も読書なんてもう無理だね。読んでない本とか全然あるけど、しばらく無理だろうなって思ってます。島次郎のこと可愛いって思えるようになりました。まだなってませんね。プーさんがいいです。ミンネルズ君にはどんな男性になってもらいたいですか？やっぱマイルズみたいな人になってほしいな。優しい人、なんか思いやりのある優しい子に育ってほしい。もうそれだけかな。あと幸せって感じて生きてほしいなって思います。付き合って5年、そろそろ結婚しそうな彼がいます。彼と一緒にいると自分が成長できるし、彼と結婚したら私はいろんなことに安心して挑戦できそうだと思います。でも彼は日本の完全出社の会社に勤めていて、専門職なのでこの先も10年はこのままだと思います。しかし私はリモートで働けるので、いずれは海外に移住したいという夢があります。ありさちゃんならどうしますか？ 31 歳女です。私だったらその彼取るかな。しかもこの感じだと、この彼といると安心していろんなことに挑戦できたり、自分を成長させてくれるんだったら、なんならちょっと単身赴任じゃないけど 1,2 年離れるとかもありなんじゃないとも思う。子を持つ前なら。もしくはその海外に移住したいっていうことだけど、その移住目的が何なのか、本当にそこで腰を据えて暮らしていきたいのか、仕事で転勤でちょっと行きたいとか、ちょっと働いてみたいのか、子供を育ててみたいのか、どのライフステージに対してその海外の移住っていうのがあるのか、
によっても全然変わってくるとは思うけど、例えば子供なんだったら、じゃあ子供の学校のタイミングで、どっかのタイミングでお母さんと子供だけで2年間とか時期決めて3年間とか行くとか、あと子なしの状態で単身で行くつもりなんだったら、行きたいとか働きたいんだったら、その子作りの前にちょっと遠距離をするとか、安心して挑戦できる相手ってことはきっと応援してくれる彼なんだと思うから、素直に話してみるのがいい気がするかな。聞いてた？マイルズこの話。いや難しいから多分悩んでんだよ。でもこれって相手に言ってみたらいいんじゃない？そうだね。私たちもいつかヨーロッパに住みたいの。超漠然としてるでしょ。しかもヨーロッパってアジアって言ってるようなもんだから、どこって感じなんだけど、まだ選んでなくて、ヨーロッパのどこかは。だけどいつかね、ヨーロッパに住みたいんだよね。2、3年でいいから、そのヨーロッパで暮らすっていうのをやりたくて、目標にするまで動いてはないけど、ずっとそれはもう本当10年ぐらい言ってるよね。うちらもヨーロッパ住みたいね、ヨーロッパ住みたいねってずっと付き合いたてぐらいから言ってて、息子の学校のタイミングとかでなんか 2,3 年行けたらいいなとかは一緒にね思ってるぐらいですかね。お子さんの服はどちらで買ってますか？もう私は結構ネクストで買うこともあるし、でも一番多いのはコニー。もうコニーの服着せやすすぎる。ビヨンビヨンに伸びるからめっちゃ着させやすくて、コニーの服がめっちゃ多いかな。コニー、ネクスト、H&M、ザラもたまにかな。あといただき物とかが多いかな。あ、見てるな、かわいい。最近マイルズさんにキュンとしたことは何ですか？マイルズさんにねキュンとしたことは、キュンっていうか、やっぱり大好きだなって思ったのは、息子を寝かしつける時にもういっぱいいっぱいすぎて泣いてたの。結構しんどくて。でマイルズが帰ってきたのかな、その時に。でマイルズが変わるよみたいな、私が泣いてるのに気づかなくて、変わるよって言って私が泣いてるのを見て、息子じゃなくってまず私にハグしてくれて、大丈夫って言って、それで結構マイルズってやっぱり100点だってなったなりました。またやってねそれいや、そうみんなやりさちゃんってそういうことあるんだって多分今思ったかもしれないけど、私全然泣きながら寝かしつけとか超してるから、すごい楽しそうに子育てしてるようにきっと映ってるだろうし、すっごい楽しんでるんだけど、100楽しいなんてことはないから。全然私だって泣くし、あーとかまでは最近はもうなんないけど、産みたての時とか産後すぐとかは結構もうなんか無理みたいになってたし、そうだから私はその周りの人たちに支えられて、こうして普段のメンタルを保ててるんだけど、あと11月1ヶ月ぐらいワンオペっていうか、もちろん母も手伝いに来てくれたりしてたけど、気使った時もあったよ。でももう何よりも、そんなきついことよりも息子かわいいが全てを覆すので、もうそれだけで息子が無償の愛をくれるし、息子が可愛いことでこう私は全てを保ててるって、あとマイルズのねこの優しさって感じですかね。生まれ変わってもまた今の自分がいいですか？そうですね。たらればっていうか、あの時ああしとけばよかった、こうしとけばよかったとかはあるけど、なんていうんだっけ、そういうのタイムパラドックスみたいな感じで、それを直して今こうなってないんだったらこれでよかったって思うし、常に今の自分が好きだからまた今の自分がいいけど、もうちょっとなんかこの辺とか右の口角上がってほしいからなんでよ。違う、生まれ変わるっていうコンセプトのもと、またこの顔かっていう、しょうがねアイスは。産後ハゲ対策してますか？してません。また今度分かりやすい時洗面所で見せます。ひどいよ。もうなんでこのさ生えてくる毛って立っちゃうの？ヘアセットとか行ってもさ、仕事の時なんかやれる髪型がめっちゃ偏る。お子さんが生まれてから香水とか変わりましたか？つけ方種類など。つけないですね。息子といる時はつけなくて、夜お出かけとかの時だけつける。あと出張中とかはつけるけど、それがつけたいよね。香水大好きじゃん私。だから香水つけたいんだけどつけられなくて、あと最近はヘアミストを結構つける。なんかまだ息子がいる時にはつけてないけど、ヘアミストだったら息子いても結んじゃえばいいからいけるじゃんと思って、ディプティックのヘアミストが結構よくって香るし、なんかそれをねつけて、この間フィグの同窓会じゃないや同窓会に行ったら、
アリサさんめっちゃいい匂いみたいなみんな言ってくれて、ディプティックのフルールなんとかってやつ、それをつけてたのですっごいいい香りで、その日頭洗わなかったんです。そしたら次の日もマイルズが昨日頭洗ってないのに髪がいい匂いするって言ってて、そんくらい残るすごいいい香り。ディプティックのヘアスプレー、ヘアミストっていうのかな、おすすめです。モフモフな犬かスリスリな犬どっちが好きですか？かっこ毛量。モフモフかな。でもアレルギーだからなおさらモフモフが好き。スリスリ系とかプードル系だと出ないんだけど、モフモフはアレルギーが出るので、そういうのも含めてモフモフにモフモフしたいんだけど、顔がブツブツだらけで鼻水、喉のかゆさ、耳のかゆさ、目、唇カイリー・ジェンナーになります。産後抜け毛ありましたか？今産後3ヶ月でめっちゃ抜けます。ケア何かしてますか？さっきも答えたか、抜け毛あるんだけど、スカルプトリートメントをなんてブランドだったかなを使ってます。お仕事でいただいたんだけど、今度また詳しく紹介する。ルネフルトレールのトリファジックスカルププラスっていう緑のボトルなんだけど、それを使ってます。一日自分の時間を独り占めできたら何したいですか？一日自分の時間を独り占めできたら仕事とかないってことだよね。息子といたい。仕事に追われてない、何にも迫られてない状態で24時間息子と過ごしたいかな。もうマジでそれしたい。常に息子といても、やばい次寝たらあれやんなきゃとか、そういうことばっか考えてんね。悲しいですけど、ただ息子に可愛いしたいです。それは多分私が仕事をできてたりとか外に出たりとかができる環境だからこう思うんだと思うよ。だから私ってそう思ってない、ダメなのかもってもしかしたら思っちゃう人がいるかもしれないけど、そんなことは全くなくて、私が外に出ることができてる環境だからそう思うだけで、そこは気にしないでくださいね。お子さん2人目考えてますかっていう質問が来てて、2人目は全然すぐじゃないけどいつかは欲しいなと考えてますが、2人目できました系の質問はなるべく今後控えていただけたら嬉しいです。これに関しては何も言ってなかったかと思うので、言ってこうと思って欲しいなって思うし、けど純粋に、できるかできないか問題は一旦置いといたとした時に、けどさ、息子への愛が分散されるわけじゃないんだけど、わかるよねマイルズ。息子のことずっとさ、この2つの目で息子だけを見てたい気持ちもあるじゃん。わかる？そのだけど欲しいよね、兄弟いた方が絶対さ楽しいし、けどね兄弟いた方が絶対楽しいじゃんみたいなことを言ったら、私一人っ子でよかったですみたいなコメントも結構来たので、そこはもうほんとそれぞれだけど、遊び相手がいた方がいいのかなって。私は自分が兄弟いてよかったなって思うし、マイルズもそう思うから作れたらいいなって感じだけどね。そうね、やばいよね、どうなっちゃうんだろうね、こんな可愛いのが。あと、純粋に女の子のバージョンの私たちの子供ってどんななんだろうっていうのが見てみたいっていうのもあるし、女の子の母になる自分に会ってみたい、女の子の父になるマイルズに会ってみたいはあるけど、息子のこと考えると男の子の方が一緒に遊べるかなとか、そうとかもさ、なんかね、まだ全然何も分かんないけどさって感じですかね。なのでいつかね、まだ全然先の話ですけど、いい報告ができたらいいなと思ってて、私から報告がなかったらミニルズ一人なのかなっていうふうに思っていただけたらと思います。すごいたくさん質問を送ってくれて、1個でも拾ってって書いてある。これからどんな親孝行したいですか？アリサさん大チョキありがとうございます。親孝行か、なんだろう。でもやっぱり今さ、息子も踏まえて3世代の時間はめっちゃ取れてるし、私もサポートしてもらいつつ、母にとっても親孝行っていうかいい時間だとは思ってて、そう母も言ってくれてるんだけど、やっぱこの母と娘として2人の時間も取りたいし、美味しいもの一緒に食べに行ったりとか、やっぱ足腰が元気なうちに一緒に出かけられるうちに、そういう、旅行もしっかりだしね、行きたいなと思って。だからさ、うちにママが来てたりとかするとき、もうほんとずっと抱っこしてんの、息子のこと。そのうちね、抱っこもできなくなっちゃうだろうからみたいな、その年取ってさ、それとか見てるとおーとか思うけど、なるべくいっぱい一緒に時間を過ごすっていうこと自体が親孝行だし、
それをしたいなと思います。韓国のおすすめスポットとかが結構来てるんだけど、その辺に関しては結構 Vlog を見ていただけると詳しく載ってると思うので、韓国 Vlog を見てみてください。ミニルズへのクリスマスプレゼント何を考えてますか？考えてないんだけどさ、あげなきゃだよね。どうしよう。0歳児にクリスマスプレゼントってさ、むずくない？でもなんか私が欲しいものがあるの今、息子関連で。それがボボチョーズとどっかのコラボのフットマフがあるのね。めっちゃ可愛い。ボボチョーズのホームページに載ってるんだけど、それが58,000円すんの。ベビーカーに乗せるなんかブランケットとなんかくるまる冬用のやつみたいな、めっちゃ可愛いのね。アルファベットがカラフルに入ってて58,000円って、しかもベビーカー乗ってる期間で冬限定、冬限定ってなってんだけど、クリスマスプレゼントとかいう名目で自分、それもさ息子のものだけど自分じゃ買おうかなとか思ってたり、おもちゃは結構定期的にかわいいかわいい買い与えたりしてるので、おもちゃわかんない、どうしたらいいか迷ってるうちにもうクリスマス来ちゃうんだけど、なんかもしアイデアあれば0歳児のクリスマスプレゼント教えてください。あと1分なので 2,3 問で終わりたいと思います。セザンヌはいつも何サイズ購入されてますか？今日ね、私ね、上も下も靴もコートもセザンヌです。たまたまセザンヌは9号を買ってるんだけど、やっぱね若干9号だと大きいんだよね。でもちょっと7、9だよね。9、日本の9で、ヨーロッパサイズだと38なのね。だけどもともと36だったのが太っちゃって38になっちゃって、けど多分36にちょっと戻って36と38の間って感じかなです。それの日本サイズってなってるやつだけど9だった気がする。はい、あと2問。サプリに何か飲んでるものありますか？あればどんな効果のものか教えてほしいです。サプリに関しては今はサプリっていうのかな、ビースゼリースティックの穴ツバメの巣のゼリースティックと、青汁はサプリじゃないけどボコとデコでしょ。すっぽん小町全部紹介したことあるかな。多分全部 YouTube には登場したことあると思うんだけどかな。なんか目覚め良くなる系のやつ、あとビタミン C とかもたまに取ったりするけど、冬になっちゃって取ってないけど、そろそろ取んなきゃいけないんだよね、年中ね。けど取んなきゃって思いながらって感じかな。あとはサプリ、あとダルバのビーガナリーのゼリーだったりとか、ちょっとダイエット系のやつとか取ったりしてます。最後は何がいいかな。じゃあ最後これにします。アリサさんが考える子供がいても旦那さんと仲良くいれる秘訣知りたいです。もうこれは旦那次第よね。マイルズ、もうこれはマイルズとかはさ、もう今もさずっと息子をさ面倒見たりさ、本当に可愛いわけ、当たり前なんだけど、それが私にも伝わるし、息子にも絶対的に伝わってるし、どれだけその旦那さんの子育てに対してのサポート もちろんお仕事があるから、お仕事以外の時間でどれだけ子育てとあと奥さんのメンタル部分のサポートができるかっていうのを言わない、最初は言ってもいいけど、それでちゃんと一回言って分かってくれたり立ち回れるようになってくれないと仲良くいられないっしょこんなのって思っちゃうけどね。だからマイルズはそこに関してがすごいちゃんとやってくれてるし、私も学ぶこともたくさんあるし、だからこう仲良くいられるのかなって。でももう言ったらさ、私だって母になりたてで、まだまだここから先の今7ヶ月前までのことしか経験してないし、1歳になって2歳になって小学生になってっていう子育ては経験してないから何にもわからないし、自分が学ばなきゃいけないこと、知らなきゃいけないことがたくさんあるし、そこでマイルスと仲良くやってるかもまだ分かんないわけじゃん。こんなさ新米ママでさ、今別に夫婦仲が良くたってさ、こっから先どうなるか分かんないから偉そうなことは言えないけど、ちゃんとお父さんしてくれてるし、ちゃんと旦那さんもしてくれてるっていう、その2役をちゃんとやってくれてるっていうことで仲良くいられてるんじゃないかなと思います。ではそんな感じで、なんかあっという間だったんですけど、30分経ったので
今日はこの辺で Q&A おしまいにしたいと思います。今年最後の Q&A だ、気づいたら。来年もこれはね、月1企画で、やっていくので、ぜひぜひインスタグラムの方で質問をいきなり募集するので、ぜひ質問送ってください。では今年もありがとう。最後の動画ではないと思うんだけど、今年も Q&A たくさん送ってくださってありがとうございました。来年もぜひぜひいろいろお悩みだったり質問だったりお待ちしてます。うちるかわいい私の宝物だよ。私の宝物。な、しゃっくりだ。バイバイする。ほら見て、ここカメラ、ほら映ってるよ。見てごらん。は興味ない。見て、うるるる。お、ほら見つけた。バイバイ。今年もありがとねって。来年も質問を送ってね。僕も言葉が喋れるようになるかもよ、そのうち。来年には喋れてるよ。バイバーイ。